彼の名は中二君。今回はマレーシア9泊10日の総額費用を大公開。マレーシア費用総額はこちら。続いて内訳。まずは食費。マレーシアの料理は驚くほどうまい。王道のナシゴレンはもちろんのこと、大好物のカレーが辛くてとてもうまい。マレーシアは多民族国家のため、マレー料理の他にもチャイニーズ料理やインド料理のお店も多く、どれもクオリティがかなり高い。そして値段が安い。これまでの東南アジアの国の中では少し高めにはなるが、それをカバーできるほどの味の良さがある。チャイニーズ料理のチャーハンを食べた時は思わずうますぎてにやけてしまった。ドリンクではコーヒーもコピという名前で知られていて有名のようだ。こちらも美味しかったが、ベトナムのコーヒーを経験している後なので、残念ながら存在感はかすんでしまった。大衆食堂では自分の好きなおかずを選べるシステムもあり、自分の食欲と相談しながら食事を楽しむことができる。次は交通費。タイから陸路でマレーシアに渡る予定ではあったが、タイ国鉄の寝台列車が人気で予約が取れなかったので、急遽フライトに変更。ペナンから南に下っていくことにした。マレーシアはバイクタクシーはなく、トゥクトゥクもないため、グラブはタクシー1本となる。ペナンからイポーからクアラルンプールは長距離バスを使い、クアラルンプールは MRT を使うことができる。全体的に交通費は安く、タクシーは日本と比べて2分の1程度の価格感。ローカルバスはかなり安価で、ツアレストにはハードルが高いが、偶然にも最終停留所で降りる予定だったので、利用した際は困ることはなかった。多民族国家を象徴するように、タクシードライバーや大型バスドライバーでも女性運転手が活躍しており、女性の社会進出が進んでいることを感じることができた。次は宿泊費。マレーシアの宿泊費は安いところで1000円前後と、東南アジアではやや高めの部類に入るが、東アジアと比較するとそれでも安い。最初に滞在したペナンでは観光税が発生し、宿泊費とは別に宿泊施設のランクごとに一泊いくらかが徴収される。マレーシアで滞在したホステルは偶然なのか、ドミトリーではカーテンの仕切りがないベッドが多かった。クアラルンプールでは初めてジンマシンが出てしまい、宿選びの重要性も改めて感じることになった。幸いにも翌日には収まり、持参していたジンマシン用の薬に大感謝した出来事である。クアラルンプールの最初のホステルは、プールの他に簡易なジムも利用可だったので、そういう施設に恵まれているホステルも中にはあるようだ。最後にその他。マレーシアでは有料の観光場所には行っておらず、洗濯や消耗品などの費用がこの金額となる。
マレーシア人はイスラム教信者やヒンズー教信者が多くいることから宗教色が強い。マレーシアは一気に英語が通じるようになり、高齢者は英語を話せない人がほとんどだが、若い人たちは英語を話すことができるので、コミュニケーションがかなり楽になる。マレーシア人は個人的な印象としてはあまり愛想は良くなく、クアラルンプールの食堂では何度か聞き返している最中に女性スタッフに怒鳴られた。またジンマシンが出たホステルでもスタッフは俺のせいじゃないからと言わんばかりに謝罪はおろか、ケアなどもまるでなし。ホスピタリティを求めてはいけない国の一つなのかもしれない。マレーシアでも出稽古を行ったが、この空手の先生がとてもナイスガイ。稽古後に車でホステルまで送ってくれたのから始まり、なんとその日のディナー、そして空港までの送迎までもしてくれた。その日出会った人間にここまでおもてなしをしてもらえたことに感謝と感動を覚えた日だった。毎年移住したい国ランキングの上位にランクインされるマレーシア。その秘密が少し理解できたマレーシア旅行だった。個人的にタイのご飯が一番好きだが、このマレーシアも匹敵するほど飯がうまい国なので、ぜひ皆もローカルフードをたくさん食べてマレーシア旅行を楽しんでもらいたい。それではまた会おう諸君。